字幕をオンで動画をより楽しめます。ぜひオンにしてください。皆さんこんにちは、はまじチャンネルです。今回の動画はですね、この S660 の私が乗ってるのはオートマになるんですけど、こちらのねスポーツモードっていうボタン、オートマのこのスポーツモード押したらどうなるのか、車にどういう影響があるのかっていうのを今日は動画で紹介させてもらおうかなと思いますんで、じゃあエンジンをつけて早速行きましょう。子供の心を忘れずに風を切ってゆけ、僕らポンコツライダーズインカムをつないで、イェイイェイ走れ走れ走れ、道が続いてく限り走れ走れ走れ。はい、それではね、まずは見た目から変わります。まずここを押しますね。押すと、まずここのセンターがこうね、赤くなったりね、します。はい、こういうなんか全体的に、こう、ほら、こう赤い、やる気モードというかね、やったるぞという感じ。で、こっちの、はい、真ん中のところも、こう、ほら、赤色になったりとかして、はい。こんな感じで見た目がね、ここのモニターと、ここがね、2箇所変わる。よし、ちょっと走ったろうかなっていう気持ちがちょっと出てくるかなと。はい。じゃあ次は走り、どうなるのかというところをちょっと解説していこうと思います。それでは出発。スポーツモード、今スポーツモードなんですけど、名前から分かるように、これはね、運転してみないと絶対分からないんですけど、アクセルを踏んだら、やっぱ車がね、キュッてこうすぐ走ってくれます、やっぱり当然。で、スポーツモードやめると、アクセル踏んでもちょっとやっぱりこう、ゆんわり加速していく感じ、シューッと滑らかにね。でもスポーツモードにしていると、アクセル踏んだら、ギューンとこう、ガツンといくよと、はい、そんな感じ。次に違うのが停止した時です。マニュアルはちょっと知らないんですけど、オートマのこの S660 はこういう信号待ちで停止した時に、普通のモードだったらオートクルーズでしたっけ？違う、オートクルーズじゃない、勝手にエンジン止まるやつ、何でしたっけ？名前出てこない。あれになるんですよ。でそれでまあ多分燃費が良くなるとかっていう話だと思うんですけど、このスポーツモードは一時停止してもそういうエンジンが止まらないんですよ。なのでその分当然燃費も悪くなるけども、こう信号が青になった時にすぐね発進できる。エンジン切れてないんで、はい、こういうちょっとアクセル踏んだらすぐビュッとこういける。ここがねやっぱストレスがすごくないです。多分映像じゃなかなかわからないと思うんですけど、一時停止からのこの発進がものすごくスムーズで、今これちょっと普通のモードにしますね。今これ普通にして、ちょっとこう脇に止めますね。脇に止めて、通常のスポーツモードでなければ、こうやって今ね、わかりますか？わかるかな？エンジンが止まるんですよ。これで燃費が良くなるんですけども、発進しようと思ったら、やっぱりちょっとね、反応が1店舗2店舗ぐらい、1店舗ぐらいね、やっぱ遅れちゃうんですよね。でもスポーツモードにしていれば、一時停止してもエンジン止まらないんで、発進しようと思ったらピュッと発進できる。それがね非常にストレスなく走れますね。はい、こういうとこですね。こう一時停止したら、普通だったらこれねエンジン切れるんですよ。でもエンジン切れないです。これすぐ発進できる。これがねストレスないんですよ。ここがやっぱね、まあ、燃費が多少悪くなるんかもしれないですけど、このねストレスないのがいいですね。このクラッチっていうんですかねが違います。
多分普通のスポーツモードにするとですね、普通のノーマルにすると、こう走ってて、このハンドルの後ろにね、こうマイナスプラスっていうのがこれあるんですよ。で例えばエンジンブレーキかけたいなとかいう時に、こうマイナスをポチッと押せば、こっちのモニター見えないかもしれませんけど、3とか2とか下げれるんですよ。でこうアクセルを踏めば、またこの勝手にオートマなんで、勝手にまたその自動になってくれると、そのスピードに合った段階に多分勝手に合わせてくれるんですね。このノーマルの場合はアクセルを踏めば解除されるし、スピードが遅くなりすぎたら解除されます。勝手に今されました。なので、要はその車がそのスピードの状況によって解除して勝手にその合わせてくれると、その4がいい5がいいとかで、これがねスポーツモードにすると勝手にならないんですよ。今これスポーツモードにします。はい。で例えば今これじゃあエンジンブレーキかけたいなと、マイナスの方を押しますよね。そしたら4なんですよ。でもう1個下げようと、で3にすると。でノーマルだったらここからアクセル踏めば解除されるんですよ。解除される。でもスポーツモードの場合はずーっとね3のままなんで、このね回転だけがずーっとね4000回転のか5000回転のか上がっていって、解除されないんですよ。だから右のハンドル右側のプラスでこう今4にしてあげたりとか5にしてあげたりとか しないといけない。要は完全なる手動になっちゃうわけなんですね。でもうずっとオートマに戻らないんですよ。でこれただ戻す方法としてはブレーキを押して、ただこのスピード差遅くなる分には合わせてくれます。遅くなる分には勝手に下がるんですけど、上がる分には変わらないんで、右のハンドルのやつでポチポチしてあげないと変わってくれないって感じですね。なのでこのスポーツモードで、私はですけどそもそもオートマに乗ってるような人間なんで、こういう使う時って普段坂道のねエンジンブレーキを使いたい時だけなんですよ。そういう時にこうマイナスのところねちょんちょんと押したらエンジンブレーキが効いて、坂道が終わったらまたアクセルを踏んだらまた勝手にねそのスピードに合わせた段階にね車が勝手に合わせてくれるのが楽なんですけど、スポーツモードだったらそれをしてくれないんですよ。自分で合わせないといけないんで、だからちょっとその辺がね私としては逆に面倒くさいというか、じゃあこれを直そうと思ったら一回ねスポーツモードをやめてもう一回スポーツモードにしないと、このクラッチこのチェンジというかあれが自動に戻らないんですよ。そこがねちょっと説明分かったかな。ちょっと私としてはこのスポーツモードの私はちょっと苦手なところというかなと思います。でまたね今後今私最近ずっとねスポーツモードでずっと走ってるんですよ。でスポーツモードじゃない時の燃費とずっとスポーツモードの時の燃費がどれぐらい違うのかなっていうのが普通に疑問に思ったんで、今ちょっとね調べてみてるので、またその辺もねどれぐらいスポーツモードとそうじゃないのだったら燃費が違うんだろうと